皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは、数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。さて、皆さんが作る数式モデルはいくつかの変数とパラメータからなり、これらは基本的にそれぞれの単位を持っています。今回は、単位及び単位によって構成される単位系についてお話しします。単位系とは何でしょう。これを理解するには、まず物理量について話さなければいけません。科学技術がさまざまな分野で独自に展開されるようになった20世紀半ば頃、同じ物理量なのに使われている単位が分野により異なるため、分野にまたがった研究や議論がしにくいという問題が生じ始めました。そこで1948年から単位についてルールを定める国際会議が繰り返し開催されるようになりました。その結果、1971年の国際度量衡会議 CZPM において国際単位系 SI 単位系の全容が決定されました。国際単位系は略して SI と呼ばれますが、これはフランス語に由来します。SI の取り決めでは、物理量は基本量と組み立て量から構成されます。基本量は長さ、質量、時間、電流、熱力学的温度、物質量、高度の7つからなります。また、組み立て量は基本量を組み合わせて作られたものです。例えば、濃度の単位はモルパーメーター3乗ですが、これは長さと物質量で構成された組み立て量となります。単位とは何でしょうか。単位は物理量を数値で表すために設定された基準量のことであり、基本単位と組み立て単位からなります。このうち基本単位は前述の長さ、質量、時間、電流、熱力学的温度、物質量、高度の物理量に割り当てられた単位です。また、組み立て単位または誘導単位は基本単位の乗法・除法により導かれる単位です。単位系とは何でしょうか。単位系は基本単位と基本単位からなる組み立て単位により構成された単位の体系です。単位系は絶対単位系、重力単位系、光学単位系の3つに分類されます。絶対単位系は長さ、質量、時間を基本量とし、これらの単位を基本単位として用います。絶対単位系は CGS 単位系と MKS または MKH 単位系からなります。まず CGS 単位系はセンチメートル、グラム、セックだけを使う単位系です。また MKS 単位系はメートル、キログラム、セックを用いる単位系です。MKH 単位系は時間の単位に S ではなく H を用いる単位系です。絶対単位系は物理学、科学の分野で常用されています。次に、重力単位系は質量の代わりに力を基本量とし、長さ、力、時間の単位を基本単位として用います。すなわち、重力単位系は力に関係する量を扱うための単位系です。力の単位には重量 kg が使われます。ここで1重量 kg は
質量 1kg の物体に 9.80655 メートルパーセック2乗の加速度、これを国際標準重力加速度と呼びますが、この加速度を生じさせる力です。国際標準重力加速度は北緯45度の海面上での重力加速度のことです。重力単位系は力に関係する量を扱うことの多い機械工学の分野で使用されています。しかし、絶対単位系と重力単位系には短所があります。力に関係しない量を重力単位系で表すならば、単位表記が長くなります。例えば、質量は絶対単位系で kg となりますが、重力単位系では重量 kg セック2乗パーメートルとなり、単位の表記が長くなります。逆に、力に関係する量を絶対単位系で表すならば、同様に単位表記が長くなります。例えば、力は重力単位系では重量 kg だけですが、絶対単位系では kg メートルパーセック2乗となり、単位表記が長くなります。最後に、工学単位系はこの問題を解消するための単位系であり、質量または力と長さ、時間を基本単位とします。工学単位系は、質量に関係する物理量には絶対単位系を、力に関係する物理量には重力単位系を用いる単位系です。工学単位系は、移動現象論を扱う科学工学の分野で使用されています。単位系でもう一つ知っていなければならないことがあります。それは次元です。次元という言葉は一般的には空間の広がりを表すための指標として用いられています。例えば、1次元は直線、2次元は平面、3次元は空間というように使われています。ここでの次元はそれではありません。しかし、ここでいう次元とは、物理量の単位がどのような基本単位の組み合わせであるかを示すものです。一つの基本量は大きさに応じてその基本量の異なる単位で表されます。例えば、長さはキロメートル、メートル、センチメートル、ミリメートルなどで表されます。同じように質量はキログラム、グラム、ミリグラム、マイクログラムなどで、また時間は H、ミニッツ、セックなどで表されます。次元は各基本量に割り当てられた記号で表します。例えば、長さ、質量、時間の基本量に対してそれぞれ L、M、T の記号を使います。次元では誘導量の単位を基本量に対して割り当てられた記号のべき関数の形で表します。これにより次元を見れば誘導量がどの基本量で構成されているかが容易にわかります。例えば、仕事の単位は絶対単位系においてキログラムメーター2乗パーセック2乗であり、次元は L2 乗 M T-2 乗となります。また、それは重力単位系においてニュートンメートルであり、次元は LF となります。以上、述べたことに従い、代表的な物理量の次元と単位を次の表にまとめました。まず、絶対単位系では、すべての物理量がキログラム、メートル、セックで表されています。結果として次元は MLT のみからなります。
次に重力単位計では、すべての物理量が重量キログラム、メートル、セックで表されています。これにより次元は FLT からなります。さらに光学単位計では、質量に関係する物理量、例えば質量、密度、粘度などですが、これら物理量を絶対単位計により、力に関係する物理量、例えば圧力、動力、仕事など、これらの物理量を重力単位計により表しています。このため次元は MFLT からなります。結果としてその表示は明らかにコンパクトになっています。ここで詳細は述べませんが、単位は数式モデルの構築の際に次元的に矛盾のない式を設定するための強力なツールになります。すなわち式が変数、パラメータにより正しく構成されているかをチェックするのに利用されます。また次元は構築した数式モデルを使って解析する際にデータがなくてもシステムの特徴を理解するときに大いに役に立ちます。これらは後の動画で詳しく説明します。以上、今回は数式モデリングの基礎、単位と単位計についてお話ししました。その内容をまとめます。1、単位は物理量を数値で表すための基準量であり、基本単位と組み立て単位からなる。2、単位計は基本単位と基本単位からなる組み立て単位により構成された単位の体系のことであり、絶対単位系、重力単位系、光学単位系からなる。3、次元は物理量の単位がどのような基本単位の組み合わせであるかを示す。4、単位は数式モデルの構築の際に次元的に矛盾のない式を設定するための強力なツールになる。5、次元は構築した数式モデルを使って解析する際にデータがなくてもシステムの特徴を理解するときに大いに役に立つ。今回のお話はこれで終わりです。それでは次の動画までごきげんよう。